これでわかるウージェニー。フランス皇帝ナポレオン三世の皇后。王族でもなく評判も良くなかったウージェニーがなぜ皇后になれたのでしょう。そしてフランスにとってまた他国にとってどのような影響を与えたのか、彼女の生涯を覗いてみましょう。ウージェニー・ド・モンティージョ。スペイン南部のアンダルシア地方のグラナダに生まれるスペイン貴族ドン・シプリアーノとマニュエラ・キルクパトリックの間に生まれる。母マヌエラは作家メリメの友人でした。メリメは後に小説カルメンを書きますが、そのモデルになったのがマヌエラと言われています。彼女は読書家で知識も面白い話題も持っていました。また彼女自身も自由な性格で、カルメンの人間像を作るのにメリメの想像を膨らます手伝いになったとか。娘たちもメリメと会い仲良くなります。最初に会った時はウージェニー4歳、姉のパカ5歳でした。ウージェニーとパカはメリメのお話を聞くのをいつも楽しみにしていました。この関係は長く続き、後にフランスが第二帝政となる時、後期となったウージェニーの計らいでメリメは元老院議員となります。1835年、母マヌエラは娘たちの教育のためにパリに生活の拠点を移しました。父はスペインに残っていました。姉妹はバレンヌ街の修道院に入ります。上流階級の令嬢のみ迎え入れられるところでした。マヌエラはすぐにパリの社交界に出入りするようになり、イギリス大使ジョージ・ビリアーズと出会い、親交を深めます。1839年、父が亡くなります。マドリッドに戻り、義理の兄が残してくれたアンヘル広場の豪邸アリサ館で暮らしました。マヌエラは未亡人となった間もなく、愛人ビリアーズが自分を捨てて他の女性と結婚してしまいます。そこからはマヌエラは自分の娘たちの良縁探しに奔走するようになりました。社交的なマヌエラは自宅にいろいろな人を招きパーティーをします。最初に訪れたのはメリメ。そしてメリメは彼の友人である小説家スタンダールも連れてきました。ウージェニーも仲良くなります。スタンダールはナポレオン・ボナパルトの話を熱っぽく語ってくれて、ウージェニーはそれを聞くのが楽しみでした。ウージェニーの父はボナパルティストで、ウージェニーもその影響を受けていたからでした。ウージェニーはいつもメリメとスタンダールの手紙を待ち焦がれていました。二人の作家は約束通りこまめにパリの情報を送ってくれました。またウージェニーはスタンダールにこんな手紙を書いています。姉と私が付き合っている娘たちと来たらお化粧のお話しかしません。あるいは相変わらず誰からの悪口ばっかりです。この種のお友達を私は好みません。他のこと違っていたんですね。初恋。ウージェニーは15代アルバ公アポコフィツに会い恋に落ちました。いつかはアルバ公に嫁ぎたいと願っていましたが、母は静かな性格のパカをアルバ公に嫁がせようと彼を説得し、パカが嫁ぎました。ウージェニーは失恋の痛手から男装してマドリードの街をタバコを吸いながら闊歩したり、裸馬で街を疾走したり、闘牛場に男装して現れるなどの周りを驚かせる行動が5年ほど続きました。ある日、紳士たちがゲームを楽しんでいたところ、ビリヤード台に乗ってアンダルシア地方のダンスのカチューシャを踊り出しました。腰や胸を突き出し、指を鳴らしながらスカートを持ち上げ腰を振るダンス。一人がウージェニーのすねに手を触れると、その人の頭をピシャリと叩いてその場を立ち去ったとか。そんな気持ちが荒れていたウージェニーですが、とても魅力的だったため多くの立候補者がいました。彼女は彼らと楽しく過ごしましたが、結婚の申し込みは拒否しました。ただ、ボナパルティストの彼女はその名字に惹かれて、ジェローム・ボナパルトの息子ナポレオン公には惹かれました。ナポレオン公、仲間内ではプロンプロンと呼ばれていました。ナポレオン・ボナパルトの甥であり、将来ウージェニーの夫となるルイ・ナポレオンのいとこでした。また、プロンプロンはマチルドの弟。マチルドはルイ・ナポレオンと婚約まで行きました。マチルドが結婚に至らなかったのは、ルイ・ナポレオンがクーデターを企て失敗し、マチルドの父が結婚に反対したからだそうです。マヌエラはウージェニーとプロンプロンを結婚させたいと思いました。ウージェニーに言い寄っていた彼にとっても願ったり叶ったり、そして得意げにルイ・ナポレオンにも報告しました。すると彼の返事は、いとこよ、とても考えられないお話ですね。モンティホ城は誰とでも寝る娼婦の類です。結婚なさらない方が。
フロンプロンはよっぽどショックだったのか、すごすごとマドリッドに逃げ出していったとか。この時のナポレオン、将来自分がウージェニーと結婚するとは夢にも思っていません。ここで少しナポレオンのお話をします。とにかく女好きで有名でした。そしてそのためにいろいろなことをしてしまいます。例えば22歳でフィレンツェに滞在した時、ある伯爵夫人に一目惚れ、ラブレターを送るも相手にされない。諦めがつかないナポレオンは花売り娘に変装して今に入り込んでしまいます。そして亭主に見つかり放り出される。その噂はあっという間に広がり、かっこ悪さをごまかすために亭主に決闘を申し込みました。断るだろうと思ったらなんと受けてきてしまいました。そしてあたふたとフィレンツェを退散したとか。そういったお話がたくさんあるようです。この後ローマに移ります。色恋以外にも熱いものが好きでした。イタリア統一を掲げた若者たちの熱い思いに惹かれ、カルボナリ党の運動に参加。カルボナリはイタリアとフランスに誕生した革命的秘密結社で、フリーメイソンの一派とも言われています。ナポレオンは2度もクーデターを計画していますが、どちらも失敗に終わっています。2度目のクーデター、ブローニュ一揆で失敗したナポレオンはハム牢獄に投獄されました。牢獄での生活は相変わらずでした。内務大臣に手紙を送り、獄中に女性を洗濯係という名目で迎え入れることを黙認させます。その中にエレオノール・ベレジョという女性がいました。20歳の美しい女性。彼女を獄中の妻とし、子供も2人生まれました。また、ナポレオンは読書と政治研究にものめり込み、貧困の根絶という本を書きます。その中でナポレオンは労働者階級の保護の必要性を訴えました。優遇された囚人生活、結構充実していたからか、脱獄の話を聞いても、ここにいたいな、と言っていたとか。ですがしばらくすると、父の死期が迫っているという知らせが入ります。ルイ・フィリップ王に仮出獄を求めましたが、認められませんでした。また、この頃はだんだんエレオノールに飽きてきたのもあり、脱獄を計画します。1846年、石工職人の一団がハム城塞の工事のためにやってきました。彼は石工の身なりに変装し脱獄。この劇的な脱走劇を新聞が報じた結果、ルイ・ナポレオンの知名度はさらに上がりました。また、父親の死に会うことも許さないルイ・フィリップ王の無情に対する批判が強まりました。脱獄後、ロンドンに渡ります。父の遺産が入り遊びまくるのですが、それをすぐに使い果たしてしまいました。そんな時、ミス・ハワードを紹介されます。エリザベス・アン・ハリエット。女優を目指しましたが、15歳の時駆け落ちしています。ナポレオンが出会った時、ミス・ハワードは23歳、ナポレオン38歳でした。冴えない風貌のナポレオンでしたが、彼女にとってナポレオン・ボナパルトの甥いということで十分でした。ナポレオンのブランドはどこにいても強いですね。ミス・ハワードはすぐに恋に落ち、夫に離婚を申し出ます。そして寛大な夫は理解し、離婚を承諾。さらに彼の資産、不動産、宝石などをくれました。そしてナポレオンは完全紐となります。2月革命。1848年2月にパリではルイ・フィリップに対する不満が高まり、反政府のパリ民衆がバリケードを築きます。軍隊は群衆に発砲し、80人余りの死傷者が出ました。そして18年続いたルイ・フィリップの7月王政が倒され、穏健な共和主義者らが中心となって臨時政府が樹立され、男子普通制度導入などの改革が実施されました。そのニュースを聞き、ハワードは言います。さあ、パリに戻らねば、あなたの時代が始まります。私の財産はお好きなように使ってください。腐敗した政治に飽き飽きしていた市民は、ナポレオンの幻影に何かを期待しているかのようだったので、それを利用しようと考えます。ハワードは土地や宝石を処分し、新聞記者、風刺漫画家、シャンソン作詞家を買収し、行商人たちを使って全農村にルイ・ナポレオンの経歴をばらまきました。また、ナポレオンがハム牢獄で書いた貧困の根絶は、失業労働者や貧しい農民の支持を得ることに成功。1848年、大統領選挙で総得票の 75% を獲得して圧勝しました。
大統領に選ばれたナポレオンはエリゼ宮に入ります。エリゼ宮を牛耳っていたのはかつて婚約していたマチルドでした。マチルドはその後ロシアの大富豪と結婚していましたが、夫の暴力に耐えきれずフランスに戻ってエリゼ宮のレセプション、舞踏会といったことを取り仕切っていました。エリゼ宮でナポレオンと一緒になってからも自分が言い寄ることはありませんでしたが、彼の相手を好き嫌いしていました。そして彼女が一番嫌いだったのがミス・ハワード。なのでナポレオンはすぐそばにエリゼ宮の庭園から抜けていけるミス・ハワードのための小さな私邸を借りました。マチルドは彼女を遠ざけるためにわざわざ他の女性を用意していました。ナポレオンが気に入るけど本気にならない程度の人たちを。そしてそのうちの一人としてウージェニーが選ばれ舞踏会に招待されました。ナポレオンの目に留まるけど本気にはならないだろうという読みで、23歳のウージェニーは美しく濃い青色の目、透き通るような肌を持っていました。マチルドの読み通りナポレオンはウージェニーに惹かれます。そしてそれからは馬に乗って足しげくモンティフォ家に通い始め、狩りやオペラに誘いました。ある日、ウージェニーはサンクルーの館に招待され、母と出かけます。そこは離宮で、ナポレオンが夏に過ごす別邸でした。同会だと思っていましたが、馬車が近づくと異様に静かで、様子が違うことに気づきます。そして、庭園の一角の部屋に通されました。ウージェニーはその扱いに憤慨します。ナポレオンが慌てて庭園の散歩に行きましょうと、ウージェニーをエスコートしようとしたとき、殿下、母はあちらです。と言い、そのまま母をエスコートする形で散歩することに。ウージェニーはナポレオンの行動に幻滅し、姉にこんな手紙を送っています。殿下のご好意には大変がっかりいたしました。優勝と思っていましたのに、彼にはそれ以上の色ごとの欲望しかなかったのです。母もがっかりし、そのままウージェニーとパリを去り、スペインに戻りました。ナポレオンはその後もウージェニーのことが忘れられず手紙を出します。ウージェニーはその返信をメリメに代筆してもらっていました。メリメの文章はどんどんナポレオンの気を引いていきます。第二共和制の大統領の任期は4年しかなく、大統領連続再選が禁止されています。そんな時ナポレオンはクーデターを起こします。成功しました。これにより大統領の任期は10年に延ばされました。でもそれだけにはとどまらず、今度は憲法の大統領に関する規定が改正され、任期10年の大統領に代わって世襲制の皇帝制が導入されました。そして皇帝ナポレオン3世として即位。フランス第二帝政が始まります。女遊びをしている場合ではない。結婚して世継ぎを設けなくてはとなります。ウージェニーはナポレオンが皇帝になった後、またパリに出ます。やはり権力は魅力なのでしょうか。この時25歳。ナポレオンは喜びますが、ウージェニーは周りにナポレオンの寵妃のように言われ、プライドが傷つきます。帰ろうとするところにナポレオンが何事かと飛んできました。ウージェニーが言います。もうパリを去ります。寵妃になんてなりたくございません。そしてナポレオンが言ってしまいます。行かないでください。明日になったらあなたとの結婚を早速お母様に申し込みますから。では母に手紙をこの場で書いていただけますか？ウージェニーはナポレオンが気まぐれで言っている可能性を考えたのかもしれません。そしてナポレオンは承諾し手紙を書きました。服飾夫人様、私は前からお嬢様を愛し、ぜひ妻にと望んでおりました。よって本日お嬢様との結婚を申し込む次第です。なぜなら彼女以上に私を幸せにしてくださる方はなく、王冠をつけるにふさわしい方はないからです。そしてウージェニー皇帝夫人にチュイルリー宮殿で結婚式が行われました。本来誕生したばかりの第二帝政の基礎を固めるには、ナポレオン3世はしかるべき王家の娘とでも結婚することが必要でした。ですが周りの期待を裏切り、私はウージェニーを愛していると宣言。マチルドの本気にならない程度のという読みは外れちゃいましたね。プロンプロンもびっくりです。あんなこと言ってたのに。ナポレオンにとって問題はミス・ハワードでした。結婚が決まった時、ナポレオンは彼女に言えず、英国に遠ざけることを考えます。公用と称してロンドン行きを命じました。ハワードは愛する人への奉仕ならと向かいますが、その途中、婚約発表の記事を読み、なぜ自分がロンドン行きを命じられたのかを知りました。憤慨したハワードはパリに戻ります。家に帰ると家はぐちゃぐちゃになっていました。家具は倒され、引き出しは開けっぱなし。
そこでナポレオンとの手紙がなくなったことに気づき、これは強盗などではなく、ナポレオンが証拠を隠滅するために行ったことだと分かりました。ずっと尽くしてきた人に裏切られた怒りと悲しみで苦しみます。結局ハワードはいくつかの条件を出し、数日後に出ていきました。ナポレオンがハムロー国で作ったエレオノールとの子供も連れて、ミス・ハワードを傷つけてまでした結婚でしたが、ナポレオンの女好きが治ったわけではありません。結婚後しばらくするとまた遊び出します。ウージェニーは結婚1年後に妊娠しますが、残念ながら流産してしまいました。辛い日々を過ごしているというのに、ナポレオンはいろんなところに出歩き、他の女性と楽しんでいました。そしてなんとミス・ハワードとまでよりを戻していました。ウージェニーは言います。愛人たちと完全に手を切るまで、あなたとは寝室を共にしません。世継ぎが必要なナポレオンは困り、しぶしぶ他の人と手を切りました。その後、ウージェニー妊娠しますがまた流産。ですがそこから6ヶ月後の妊娠では無事出産しました。しかも男の子でした。遊び人のナポレオンですが、政治の方はちゃんと自分の求めるものを進めていました。まず、英仏通商条約、イギリスとフランスの関税の引き下げを行いました。後のナポレオン・ボナパルトはイギリスを敵対視していましたが、ナポレオン3世は仲良くなろうとしました。クリミア戦争でもイギリスと手を組んでロシアと戦います。そしてフランスを大きくしようとアジア・アフリカへの積極的な植民地化政策をします。また国内ではパリ改装計画をしました。当時フランスは急速な産業化の進展に伴って人口が地方から都市に集中し、パリは人口過密で不衛生な状態となり、これらが流行するようになります。ナポレオン3世は衛生的で都市設備の進んだロンドンに感銘を受けていたので、パリも同じようにと改造をします。まず道路の整備をして中央に固まっていた人口を郊外へ移すことに成功。下水道の整備も飛躍的に進み衛生的になりました。ガスの設備も進められ、夜のパリはガス灯によって明るく照らされるようになります。そしてこのパリ改造という巨大公共事業によって雇用が高まり、失業者が減りました。ナポレオン3世は青年時代からイタリア統一運動に共感を持っていて、カルボナリ島という秘密結社にいたこともありましたが、それはオーストリアとの対立になるので、自分が成長を指揮するようになってからは慎重になり、その問題を放置していました。そこでサルディーナ最初、カミ・ロ・カブールはナポレオンにイタリアに目が向くようにハニートラップを仕掛けます。カスティリオーネ伯爵夫人ことビルジニア・オルドイーニ。彼女は国王の愛人でもあった美しく色気のある女性。ウージェニーはパーティーの招待状に庭園を歩くのでローブ・モンタントでお越しくださいと添えました。ローブ・モンタントとは肩や背中が露出していない高い縦襟のドレスです。ですが彼女はスケスケのモスリンのドレスに白い羽飾りのついた帽子で来ました。ナポレオンはもうメロメロです。彼女を湖巡りに誘いました。戻った時誰もが衣装の乱れを認めたとか。そして彼女は無事徴兵になりますが、イタリアに目を向かせるというミッションはうまくいってなかったようです。1858年1月にイタリア民族運動家フェリーチェ・オルシーニ伯爵によるナポレオン3世暗殺未遂事件がありました。ナポレオンは無事でしたが18名の死傷者を出す惨事となりました。なんとナポレオンは被害者になったはずのこの事件がきっかけでイタリア統一運動を支援する意思を固めました。犯人はカルボナリ島で一緒に戦っていた同士で、彼の熱い思いに感化されて青年時代の夢を思い出したのかもしれません。1859年に入るとサルディーニャとフランスはオーストリアに戦争を仕掛けようとします。ナポレオン3世は前線で指揮を執ることを決意し、皇后ウージェニーを摂政に任じてイタリアへと出陣しました。1860年、大好きな姉のパカが亡くなります。ですがウージェニーは悲しみに打ちひしがれている暇はありませんでした。閣議をテキパキと取り仕切り、憲法すら暗記していたほど。ただウージェニーが政治に介入したことで大変なことが起こってしまいました。当時メキシコで反カトリック的な運動がありました。強硬至上主義ともいえるウージェニーはメキシコの宣教師団に助けを求められるとナポレオンを説得し、メキシコに軍隊を出しました。
そしてフランスが統治しやすいようにメキシコ皇帝を送り込むことになります。選ばれたのはハプスブルグ家オーストリア大公マキシミリアン。ハプスブルグ家の人たちは反対しますが、妻シャルロッテが賛同し、押したことにより実現してしまいます。この先は残念な結末が待っているのですが、詳しいお話はこちらの動画でご紹介していますので、よかったらこちらもご覧ください。パリ万博、フランスの発展を世界にアピールするため開催。メダル授与式の時、ナポレオンは1枚の手紙を受け取りました。そこに書かれていたのは、メキシコにいるマキシミリアン処刑の知らせでした。ウージェニーは青ざめました。自分の提案がまさかこんなことになるとは。そのパリ万博の際、マキシミリアンの兄フランツ・ヨーゼフ一世は皇后エリザベートを伴わず訪れ、妻はマキシミリアンを売り渡したフランス人のところへ行きたがりません、と言ったとか。1870年、普仏戦争、フランスとプロイセンが戦いました。この時のプロイセンにはビスマルクという軍事的天才がいました。神聖ローマ帝国がなくなって以降、ドイツは小さな国に分かれていて、ビスマルクはドイツ統一を願っていました。そしてナショナリズムを高めるために共通の敵を作ります。それに選ばれたのがフランスでした。もうすでに年を取って弱っているナポレオンをウージェニーは戦地に向かわせます。そしてその仏戦争でなんとナポレオンが捕虜になってしまいました。それによりフランスは第二帝政が終わり、第三共和制になります。共和国万歳と民衆の声が聞こえます。スペイン女を打ち倒せ。チュイリル宮殿にかつてマリー・アントワネットがオーストリア女を打ち倒せと言われていたように声が響きます。ちなみにウージェニーはマリー・アントワネットに憧れてドレスなど真似ていたりもしましたが、まさか同じように宮殿を追い出されるとまでは想像していなかったかと思います。宮殿の人たちはもうほとんど逃げてしまっていました。ウージェニーも逃げる必要があり覚悟を決めます。教会まで内部を通り、そこから馬車に乗り脱出。たった一人の次女を連れて、友人のアメリカ人歯科医イヴァンスがウージェニーのフランス脱出計画に協力し、イギリスへ渡る段取りをしてくれました。用意してくれた館に住むことができます。そこに息子ルイも来ます。1871年1月、独仏休戦条約が結ばれ、ビスマルクが描いた通りドイツ帝国ができるのですが、そのドイツ皇帝戴冠式がフランスのベルサイユ宮殿で行われました。これはフランスにとってはとんでもない屈辱でした。ただ、これによりナポレオンはウージェニーの住む館に移り生活するようになります。ウージェニーが脱出前にスペインに全財産を送っていたため、裕福で生活には困らなかったそうです。1873年、ナポレオン死去、64歳でした。1879年には息子ルイも亡くなってしまいます。南アフリカでイギリス軍とズールー族の戦争が勃発すると、ルイはイギリス軍に従軍し、23歳にして戦死してしまいました。同じ年、母マヌエラも亡くなりました。85歳でした。1920年、最後に見ておきたいと訪れたスペインで94歳の誕生日を迎えましたが、その直後、風邪が悪化して亡くなりました。94歳、大往生ですね。夫が亡くなってから47年でした。恋の駆け引き上手で皇后にもなれましたが、政治の駆け引きは誤算がありました。憧れていたマリー・アントワネットと同じように追い出されてしまったりもしましたが、処刑されてしまったマリー・アントワネットとは違い、94歳まで長生きできました。さて、そんなフランス皇后ウージェニーいかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。